そうですね、お店のこだわりとしてはお庭に緑がたくさんあって、あとは南フランス南仏の、雰囲気をしっかり出したお店の中で食事ができるっていうところで、非日常体験といいますか、お客様が普段の生活から解き放たれて気持ちの良い時間を過ごすことができる、お友達と楽しいお話ができるっていうようなお店を目指しています。すごい大きな借金をしたわけでもないですし、自分の好きなものをお客様に提供して喜んでいただけたらいいなっていうところでやっているので、最初はいつでもやめられるという気持ちでやっていて、でもどんどんお客様が増えてきて、喜んでくださる方がたくさんいらっしゃるようになったので、私も人に喜んでもらえると嬉しいタイプですし、人が喜ばないと頑張れないタイプなので、だから続けられてるって感じがします。すいません、失礼します。いつもこんな早いですか？いつも早いです。お店の営業があるので、どうしても仕込みとかが遅くなっちゃって早いです。お店が今年で9周年目を迎えるので、最初の1年がワークショップのお店でやってたので8年目ですかね。ここ10年ぐらいの町で、今ようやくいろいろ立ってきてるっていうところで、自分が子育てを始めた時に何にもというか自分の好きなようなカフェがなくって、それで欲しいなと思って建てたらこんな感じにこんな形になったのはこの町のおかげかもしれないです。やっぱりここがベッドタウンなので、お子様とかね来られるので可愛らしい感じの方がいいかなと思って、自分の好きな南仏をたくさん取り入れた感じです。これ台湾カステラです。もともとは英語の教員を目指していて、大学院に入ったんですけど、自分が研究して専攻をやってる最中に、いろんな事件が起き、ちょっと自分自身を見つめ直して、いろんな事件がすごい私ももう44なので、話し出すと多分本当一生かかると教えるってことをしたかったんですけど、なんかもっともっとこう人に
暖かくしたりするような仕事がしたいなっていうふうに切り替わりまして、その時にアルバイトしたのがコーヒーチェーンのカフェだったので、そこからコーヒーにのめり込んでずっと働いて出産とかしてここに至るみたいな感じ。簡単に言うとそんな感じなんですけど、人生生きてればいろんなことがあるので、いい天気というか、いい天気って一概に言えないですけど、自分にとってはいい天気になったのかなと思います。その学校で勉強してたこととかやってきたことは全部カフェに生かされているので、料理はどこでやったかと言いますと、子供を産んだ後、ちょっと前ですね、カフェがやりたいと、昔流行ったアメブロをやった時にカフェをやるぞと言って、そのレシピを公開するブログをやっていた時からすごい練習したって感じですね。ブログをやっていた時にお花だったりとか DIY だったりとかのお友達が最初にできて、で自分もやってみようと思って順番にいろんなものをやっていくようなブログになって、で今結構一緒に遊んだりイベントとかやったりする友達とかもそこでできました。このうちが建った時にまたいろんな事件が起きまして、事件って大事ですよ。何の事件が起きたんですか？本当に事件が起こるとやっぱ自分を見つめ直すので、このお家が出来上がった時に、そういう契約だったんですが、外見を建てて、で庭とかもなくて、で壁とかもほとんど塗ってない状態で、2歳を育てながら家の DIY をやるということに向き合いまして、ちょっと明るみの方だけ言うとでそれと同時にすごい病みまして、やっぱり人は病むと復活した時に強いんではないでしょうか。ですね。その事件が本当に人生に超いっぱいある感じです。カフェをやりたい思いで建てたはずなのになかなか始められなくて、すごい苦しんだんですけど、2年間外は草むしりばっかりしてました。その時に雑誌のエッセってご存知ですか？主婦の雑誌、そのエッセで主婦のコンテストがあって、もうこんな悩んでてもしょうがないと思って応募させていただいて、グランプリいただいちゃって、でその賞金でこの厨房を作りました。この厨房はエッセ厨房と呼んでおります。何をプレゼンしたんですか？庭とこのお店のベースが出来上がるまでをプレゼンしました。いろんな分野の方々がプレゼンしに来ていたので、もう私にプレゼンできることはこれしかないので、これこの間いただいたやつで今度9月号に乗ります。でも本当にラッキーです。本格的にやめました。もう本当に急に意識というか前が見えなくなったり、もう立てなくなったり、迷走神経がやられちゃってストレスでもう過呼吸になったり、すごいもう、不眠症になったり3年ぐらい。なんかすごい元気なので、私こんなことになるとはっていう。でも全然ないですけど、それから5年6年ぐらいはずっと不調でしたね。不調だけどお店を作るのを続けるみたいな。壁を塗ったり天井を塗ったり床を塗ったり進めないとやっぱり進まないので、自分の中で辛いですよね。なんか調子が悪いと
調子がいい時はね全然何でも来いって感じだとは思うんですけど、自分の経験からやっぱり健康が一番ということで、ちょっと半分ぐらい健康がコンセプトです、このお店は。ここはよりよくこう健やかに暮らすために必要なものを揃えたいなと思っています。やっぱどうにもできないことがずっと続くと人ってストレスを感じるみたいですね。自分で思ってなくても病気でも急に体に来ちゃうというか、でそこから体に来てそれがなかなか治らないから余計苦しむみたいな人が多いと思います、多分。ご飯もお出ししてるんですけど、そのご飯は割とレストランで出すというよりはお母さんご飯に近いようなものを出していますね。ちゃんと健康になって帰れるような。これじゃがいもを入れています。じゃがいもとトウモロコシのキッシュです。これは玉ねぎです。なるほど。カフェをやろうと思った時にブログで南仏の方にいろいろ会いまして、もう衝撃を受けて、もうそこからもうのめり込んだ感じです。なんて美しい場所なんだろうと思って、本当に綺麗なんですよ。かわいい。プルプルですね。よっ。そうなんです。プル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 。シュワーってそうなんです。後から食べてみてください。もうシュワーって口の中でして。本当にもうお菓子ももちろん研究すごく好きなんですけど、いろんなことに興味があるので、とにかく暴れまくるって感じで。暴れる感じですか？暴れまくってもうわんぱくで傷だらけで、もう沼とか沼
皮とかどんどん入っていっちゃうみたいな。で気づいたら知らない人が家にいたり。そうです。もうこんにちはとか言って、ここどこなんだろうなって思いながら帰ってきたり。いや今だったら本当にありえないんですけど、昔は大丈夫だったんですよね。違う。昔はやっぱ近所で子供は育てるみたいな、どのおじさんおばさんもどの子も怒るみたいな感じがあったんで、別にそのどこ部屋の子が紛れ込んできても来たかぐらいの。攪拌した後はもう落とさずにそのまんま素材が入ったまま提供します。食物繊維とかたくさん取れるので、腸って第二の脳って言われてるとしても、腸の具合がいいと脳に指令がいってセロトニンっていう物質が出るんですよ。セロトニンは幸福ホルモンと言われていて、自分が幸せなハッピーな気持ちになれるホルモンを出してくれるんですけど、腸を良くすることによってそれができるかなと思って、食物繊維のままたくさん入ったまま提供してます。こさずに。お菓子作りをするので、いろんなお菓子作りからヒントを得たり、ご飯作りもしてるかなと思います。ここまで仕上げたらスタッフさんに梱包してもらいます。こっちをクリームサンドにしていきます。でこれも超きめ細かくってしっとりのプルプルで、これが美味しいんですよ。では小麦粉多めのカスタードです。シュークリームの中でディプロマットクリームを作っていきます。上に台湾パインを砂糖で煮たものをのせます。台湾パインって芯まで柔らかくて甘くってとってもよく台湾パインを使った焼き菓子が出回っていると思います。割とシフォンケーキ好きな方多いんだなっていうのを最近になって初めて知ったって感じです。今お店にカフェメニューであるとろーりシフォンケーキもクリームかけてみて、いろんなもの乗っけてみたら美味しいよねっていうところでやってます。働きたい欲が強いとか、自分で何かやりたい人っていうのは
大変な時期があると思います。もう働くのが生きがいぐらいの人間だったので、相当ジレンマ抱えましたね。やっぱり家にずっといることとか、仲間と働く時間が毎日楽しいっていうのがいきなりなくなっちゃうので、それはって感じですね。今はだいぶ落ち着いてきたけど、本当はもっとやりたい。いろんな活動をもっとしたいです。このお菓子だけじゃなくて、今お菓子が一番すごくお客様来てくださって求められてるところではあるんですけれども、これをベースにプリズムとして広げていけたら嬉しいなと思っております。1人28歳がいて、それ以外はアラフォーとアラフィフなんですけど、みんな若い感じで元気で、あとほぼ天然です。どんな店だって感じですね。本当にベッドタウンなので、今子育て真っただ中っていう感じの主婦の皆さんが多い。ここに求められるものは何だろうとか、ここに住む人たちが幸せになることって何だろうって考えて、やっぱり自分も子育てしてきたというか今もしてますけど、3時に食べるおやつに救われてきたので、家でずっと朝から晩まで家で子供の面倒を見る中で、やっぱりおやつだけが心の支えというか嬉しみというか、なんかちょっといつもと違うおやつ食べると嬉しいし、それを楽しみに生きてた時がすごく長いので、その大変だった時もそうですけど、だから今来てくださるお客様、このおやつを楽しみに毎日頑張ってるっていう方が結構いらっしゃるので、そういうちょっと苦労を乗り越えるじゃないですけど、そういうものにおやつを使ってくださる方々を応援したい気持ちでいっぱいです、いつも。はい、大したことはないかもしれないんですけど、魅力は無力ではないっていう言葉があって、小さくてもなんかできるかなと思っています。ではシュークリーム用です。シュークリームにのっけます。ここが結構小学生が通るので、花が終わってるとお花とか言ったりして可愛いので植えてます。おはようございます。看板娘。看板お母さん。看板お母さん。看板お母さんです。看板お母さんです。志村けんみたい。看板お母さんです。大丈夫ですか？そのままいけますね。やばいかな。やばいかな。いいかな。大丈夫ですか？名字わかんない。そう千尋さんです。はい、テイクアウト用のプチミルです。顧客歴は長いです。今でも食べに来るっていう。はい、休みに。
いてシュークリームも1点です。レアチーズケーキとコーヒーゼリーどっちでもお皿同じでも大丈夫です。はい、ありがとうございます。優しいお客様が本当に多いかもしれない。本当に多いです。特に3番の方なんで。3番。あ、ごめんなさい。3番、敵番ね。朝から一緒にいるからもう分かるでしょう。3番だよ。もうすごく来てくださるお客様です。もう毎日でもお客様から美味しいってすごい言ってくれるし、ビジュアルを見てくださったお客様の感動がキッチンまで伝わってくるのがやっぱり本当に嬉しいですよね。従業員の方が楽しく働いているのが一番楽しいかもしれないです、私は。ありがとうございます。はい、ティッシュプレート提供していきます。お願いします。エスプレッソも入ってます。コーヒーゼリーの上にエスプレッソと生クリームを合わせて。はい、見て。一緒に置きます。ガトーショコラです。2週に1遍ぐらいかな。はい。スタッフの方がすごく皆さんいい方で、一人で私来ることがほとんどなんですけど、一人で来ても一人で来てないみたいな、こう穏やかな空間であることがとても好きです。プリフルっていうんですけど、これがすごい美味しいと思います。毎週来ちゃってます。コロナ禍の時になんかどうしても美味しいものが食べたいと思ってプリズムさんに来たのがきっかけでした。一番好きなのはスコーンです。もう一番食べた中で私のドンピシャに大好きなお味だったので、もうそこからファンになりました。全体の雰囲気もそうなんですけど、一緒に働いてるスタッフもすごい優しくて台湾カステラ冷やして食べても美味しいし、ちょっと生クリームをつけて食べてもすごく美味しいです。ありがとうございます。でも全部美味しい。台湾カステラ。ふわふわしてる。溶ける。私シフォンケーキ推しで一番とろーりクリームシフォンが最高に美味しいです。はい、今頼みました。シフォンケーキを今すごい待ってます。
これがとろりクリームシフォンです。いただきます。どう美味しいですか？生クリームが甘すぎないので、なんか飲み物みたいにこうスルスル入っていきます。そうですね。もともとカフェはその前の前職でコーヒーチェーン店で働いてた時にホスピタリティの勉強がありまして、でそのホスピタリティの出し方にすごく感動して、自分自身今までなかった価値観だったので、お客様がお店に来て満足するのは当たり前っていう考え方で、満足以上の感動を与えるのがホスピタリティだよっていうことを教えていただいて、で感動するためにはじゃあどうしようっていろんなことをお店の仲間と考えてやっていくうちに、お客様が本当にこう喜んでお客様と店員以上の関係になれたりすることがもう嬉しくて、だからカフェを選んだんだと思います。そのカフェで学んだことが今のカフェにつながっているなと思います。はい、そう仲間がやっぱ幸せで楽しく働いてくれることがもう何よりも幸せで、ずっと本当チェーン店の頃からそういうお店作りを心がけてきて、で今もみんながいかに楽しく毎日働けてやりがいを感じられて達成感を持ってどうやったら帰れるかっていうところを切るようにお店作りをしています。人って心の中では何を思っているかわからないですけれども、今のところみんな楽しいって言って帰ってくれるので、それだけですごい幸せですね、毎日。